I was wondering, are you aware that some fans are calling for a boycott, given J.K. Rowling's ongoing campaign against trans people? I was not aware of that, no. I'm very sorry. I think we're all living in a period of time right now where we're all going to have to figure out how to live together, aren't we? And we've all got very different opinions. So I hope that we can all find respect. 通勤通学中の皆様、おはようございます。ドクターの世界時事ニュースのお時間です。さあ、本日はですね、J.K. ローリングからの話題になります。以前もね、エマ・ワトソンとの確執の件で大変話題となりました J.K. ローリングですが、ここに来てですね、ハリーポッターを通し、またメディアがこの J.K. ローリングを叩いているというんですね。これによりですね、今回ね、こちらに見えております、パイレーツ・オブ・カリビアンでおなじみのキーラ・ナイトレイも巻き込まれているようですので、本日は一体何が起きているのか、詳しく見ていきたいと思います。この番組は海外のホットな時事ニュースをお届けします。通勤通学のお供にちょうどいいチャンネルとなっていますので、ぜひチャンネル登録お願いします。ということで本題に入る前にですが、ちょっとね、お知らせがございまして、昨日ですね、こちらの動画お出ししているんですが、これをですね、出したすぐ後に YouTube に不具合が出たようで、多くの方がね、YouTube にアクセスできない、もしくは動画を再生できないという状態になってしまったんですね。これね、X でも YouTube の不具合がトレンドになっておりましたが、これがですね、結構復旧まで時間かかりまして、あれ午前中いっぱい不具合だったんですが、ほぼね、再生できないという状態になってしまいました。これによりですね、この動画、その影響をもろに受けまして、初動がね、もうひどいことになっていたんですね。でね、正直 YouTube はですね、この初動で全く再生されないということになってしまうと、YouTube 側にね、需要のない動画というような判定をされてしまい、ちょっとね、チャンネルにとってもよろしくないんですよ、これって。ですので、ちょっと状況を見て、非公開になる可能性があります。現在もね、皆さんに見えている数字と、こちらで内部的に見えている数字、全く違うんですね。おそらくこれもね、不具合の影響だとは思うんですが、ちょっとね、この昨日の動画が、どういった立ち位置にあるのかわからなくて、もうほんとこれはね、運営上の都合になってしまうんですが、ですので、もしね、見たいよという方いらっしゃいましたら、早めにね、ご覧になっていただけたらと思います。もう少し様子を見て、もしかしたらね、そのまま公開になる可能性もありますが、ちょっと場合によってはね、見れなくなる可能性がありますので、この動画の後でも構いませんのでね、お早めにご覧になってください。これ、ウィッチャーの話題になるんですが、海外ではこれ、かなり前から、これ本当に物議を醸していた内容ですので、この騒動ね、一通りわかるようになっています。ぜひね、チェックしておいてください。こういう時は本当はメンバーシップでもあれば、あちらはね、アルゴリズムとか関係ないので、継続公開できるんですけどね、ちょっとね、メンバーシップというのをやっていないので、ご了承いただけたらと思います。さあ、それでは本題です。以前ですね、こちらの動画でもお伝えしておりますが、ハリーポッターのね、ハーマイオニー役で知られております、エマ・ワトソンへの対応で日本でも大変話題になりました、J.K. ローリングですが、今月に入りましてですね、またメディアがね、このハリーポッターを通し、J.K. 叩きに勤しんでいるというんですね。で、今回はですね、これに関する話題を2つほど見ていきたいと思います。まず1つ目はですね、ここに見えております、パイレーツ・オブ・カリビアンでおなじみのキーラ・ナイトレイ。で、ちょっとね、その前段になる、ここまでの経緯をお話ししますが、今年の年末から、ハリー・ポッターのね、オーディオブックが順次発売される予定となっています。その中で、このキーラ・ナイトレイがね、ドローレス・アンブリッジ役として出演することが決定しました。映画版のこの人です。これ、嫌なやつでしたね。ここね、ドローレス・アンブリッジ役。これをキーラ・ナイトレイが担当することになったんですね。で、今回はですね、自身が出演する、ネットフリックスの映画についてのインタビューだったんですが、その中で、オーディオブックの件があったものですから、このキーラ・ナイトレイ、J.K. ローリングについて質問されました。キーラ・ナイトレイは、ハリー・ポッターのオーディオブックに参加する前、J.K. ローリングに対するボイコットの呼びかけがあったことを、not aware と語った。ということで早速ですが、こちらですね、aware とあります。こちらが本日のキーワードになります。aware。何かが存在することを知っている、または特定のものについて知識や経験を持っている。ということでこちらね、aware というのは気づいている、認識しているという意味になります。でね、これに意味の似ている言葉というのが英語にはたくさん存在しまして、例えば notice とかね、realize、recognize、たくさんあるんですよ。で、これらすべてが微妙にニュアンスが違います。で、さすがにね、今回これ全部見ていくと何の動画かわからなくなっちゃうんで、とりあえずここではね、この意味に近い単語というのがたくさんあって、ネイティブはこれをニュアンスで使い分けている。これだけ分かっといてください。で、今回の aware というのは、知っているという状況を指す。こういったニュアンスが強いんですね。だから、パッと気づいた。その瞬間に理解したという時は使えません、これ。すでに知っている。気づいている。こういう状況を表す時に使うワードだということです。ということで、こちらは、キーラ・ナイトレイは、ハリー・ポッターのオーディオブックに参加する前に、J.K. ローリングに対するボイコットの呼びかけを知らなかったと語った。つまりこれは自分はね、それを知っている状態ではなかったと言ってるわけです。
キーラ・ナイトレイは新しいハリー・ポッターシリーズのオーディオブック版のキャストに参加する前、JK ローリングに対するボイコットの要求があったことを知らなかったとかだった。ナイトレイはネットフリックスの新作映画宣伝のためにディサイダーの取材に応じた際、一部のファンがハリー・ポッターのボイコットを呼びかけていることを知っていましたかと質問された。この質問やばいでしょ。まずここがね、第一の問題点ですね。ナイトレイはこう答えた。それは知りませんでした。ごめんなさい。今の時代、私たちは共にどう生きていくかを考えなければならない時期にいると思います。みんながそれぞれ違う意見を持っていますから、お互いに敬意を見つけられるよう願っています。ナイトレイはハリー・ポッターのフルキャスト版オーディオブックでドローレス・アンブリッジ教授を演じることになっており、数百人に及ぶ出演者の一人として参加している。ということで今回のね、インタビューを刊行したのがこちら、ディサイダーというメディアで、ポップカルチャー系のエンタメメディアですね。ここがネットフリックスの新作映画の広告のためのインタビューの中で、このキーラ・ナイトレイにね、JK ローリングのボイコットについて質問したんですね。これは彼女がハリー・ポッターのオーディオブックに参加することが発表されたからでしょう。そしてこれを切り抜きまして、わざわざこのようにポストしてるんですね。どうですか皆さん。もうちょっとこれ自体が異常でしょう。つまりはこのディサイダー、JK ローリングを踏み絵にしてるわけですね。さああなた、どっちにつくんですか？この質問に答えてくださいよと。こうやってるわけですね。するとこの中で、このキーラ・ナイトレイはね、いやその問題については認識していませんでしたと。そして、みんながね、異なる意見を持ってるから、私たち全員が敬意を持てるようになりたいものですねと。このように言ってるわけですよ。ただこの受け答えを見る限り、本当にこの件について知らなくって、このインタビューの前に事情を聞いていたのか、もしくは知っていたけど、この踏み絵を避けたのか、どちらかはわかりませんが、皆さんどうですか？どう思われますか？僕たち個人的にはね、このね、避けようのないインタビューという環境の中で、こんな露骨な踏み絵を要求されて、立派な答えなんじゃないかなと思いますよ。どちらにもつかず、どちらも批判することなく、やり過ごしたわけでしょ。だってこれ新作映画のプロモーションだから、立派じゃないですか？どうですか？ぜひね、皆さんのご意見も聞かせていただきたいですが。じゃあちょっとね、コメント欄見ていきましょうか。こちら可愛いですね。これはこのボイコットがこの程度の効果しかなかったからですと。これですよ。この程度の効果しかなかったと。不誠実な質問に対して、なんとも見事で雄弁な答えだ。JK ローリングを嫌う人たちはアンブリッジと同じだ。彼女は明らかにそんなもの気にもしていないし、そしてその姿が最高だ。きっと彼女なりの意見はあるだろうけど、くだらない論争に巻き込まれるつもりは全くないんだ。キーラは素晴らしい。彼女の反応もとても良かった。あんな間抜けな質問にこんな丁寧に答えてくれるんだ。キーラは本当にいい人なんだね。確かに彼女の言う通りだ。今はみんながどう共に生きていくかを考えなきゃいけない時代に生きている。まさにその通りだと思う。なんですがこちらね、メアリー・スー。これを気に入らなかったんですね。このね、メアリー・スーというのは、もうあらゆる分野でね、非現実的に有能すぎるキャラクターのことを言っています。これに対してのレッテル、別称みたいなもんですね。これ確かね、スタートレックのキャラクターが起源だったんじゃないかなと思いますが、例えば非常に若いのに、あらゆる能力を持っていて、そして周りのキャラクターたちがね、無条件に彼女を尊敬していて、そしてあらゆる困難を完璧に乗り越えていくというね。これスター・ウォーズのレイが、まさにメアリー・スーだと言われてましたね。で、このメアリー・スーを、その名前に掲げているこのメディアというのは、つまりは、フェミ系のメディアということになります。結構有名なんですけどね、ここ。今の時期、ハリーポッター関連の仕事をする俳優たちはみんな自分を正当化したがる。報酬のためだと公言する人もいれば、JK ローリングが自分の莫大な財産を使ってトランスジェンダーの人々を傷つけていることを知らなかったふりをする人もいる。その一人がキーラ・ナイトレイだ。彼女はハリーポッターフルキャストオーディオエディションでアンブリッジ教授を演じることになったが、このシリーズに参加したことでファンからの反応を受けた。そしてここです。主な理由は、多くの人々がローリングの見解を理由にハリーポッター関連のあらゆる作品をボイコットしているためだ。近年ローリングは自身の富を使い、英国政府内でトランスジェンダーの人々の権利を奪う動きを支援する活動に資金を提供しており、事実上トランスの権利に対する戦いを資金面で後押ししているとされている。ということでね、自身でね、このメディア、フェミニストのコミュニティだと言っているんですが、ね、どうしてフェミニストというのは活躍している女性を嫌うんですかね。この現象は一体何なんでしょうか。そして今回のキーラ・ナイトレイの件を通して、JK ローリングを叩いていると。で、ここでね、まさに出てきました。多くの人々が JK ローリングを理由に、ハリーポッター関連のあらゆる作品をボイコットしているんだと。現在ね、メディアが展開しているキャンペーンというのがこれなんですね。さもね、このハリーポッターへのボイコットが市民権を得ているかのようなメディアの願望をこういった記事として書くんですが、これがですね、まさに次の話題につながる話となっています。それがね、こちら、ゲームランド。これはゲーム系のメディアになりますが、バルネット一派のメディアですね。バルネットというのはね、
映画系のメディアでも非常に有名ですが、これね、以前もお伝えしました。この辺ですよ。スクリーンラント、ムービーウェブ、コライダー、CBR。これ実はね、母体が全部一緒なんですね。それがバルネットと言いまして、主にね、ディズニーに対しての提灯記事を書くことで非常に有名なメディアです。そしてね、非常に立ちが悪いのは、これらのメディアというのは、全く別のメディアであるかのようなふりをするんですね。例えば、スクリーンランドがね、ムービーウェブの取材によりこんなことが明らかになりましたと言ってみたり、ムービーウェブがコライダーがね、このように言っていますよと報じてみたり、そうするとこれを知らない見ている人はね、さもその話題を複数のメディアが大々的に取り上げているように誤認するんですね。例えばこの映画大ヒットしてますよ。みんなに好評ですよ。このような記事というのを自身の会社の他のメディアで引用させて、たくさんの人がいい映画と言っているというような雰囲気を作るんですね。で、このバルネットのゲームメディアですね。こちらゲームラント。アンチ JK ローリングとして知られているんですね。今月に入りですね、突然こんなことを言い始めました。ホグワーツレガシー2が前作と同じようなボイコットを避けたいのであれば、続編は前作と同じアプローチを取るわけにはいかない。ということでですね、このね、ゲームラント曰く、このホグワーツレガシーというのは、前作でものすごい効果的なボイコットを受けたということにしたいんですね。で、ここで引用しているのは、今年1月に出た記事でした。この内容すごいですよ。それがね、こちらに書かれているんですが、残念ながら、ホグワーツレガシーは、ハリーポッターシリーズの名誉を回復することはできなかった。プレイヤーや批評家からは、好意的に受け止められたものの、発売と同時に、ボイコットの対象にもなった。アバランチソフトウェアとワーナーは、ゲーム内でファンをなだめようと試みたが、そのアプローチはうまく受け取られなかった。言うまでもなく、両者は次回作でホグワーツレガシーと同じやり方で論争を回避しようとしてはならない。というようにですね、さもね、ホグワーツレガシーに対してのボイコットが効果的であったかのようなミスリードをしまして、今月に入り突然これを蒸し返したんですね。そしてこれね、X ですから、ここでコミュニティノートがつくんですね。ホグワーツレガシーに対するボイコットには重要な区別がある。それは、このボイコットが実際にごく一部の人々による限定的な試みに過ぎなかったという点だ。この記事の見出しだけを見ると、あたかもそれが効果的なボイコットであったかのように思われるかもしれない。しかし現実には、2025年3月時点で、ホグワーツレガシーの総販売本数は約3500万本と推定されており、ボイコットが売り上げに影響を与えたとは到底言えない。そしてそのデータがね、こちら実際に記載されておりまして、一応ね、ここのサイトでは世界で3400万本を売り上げたと。これがね、先ほど約3500万本と言われていたものですね。これね、ものすごい数字ですからね。もうバカ売れですよ。これに関してはね、このチャンネルご覧になってる方だったら重々承知だと思いますが、これに関して騒ぐような人たちというのは、そもそも買わないんですね。お金を出さないんで。それどころかですよ、こちらに書かれているんですが、JK ローリングの発言をめぐるボイコットがあったにもかかわらず、ゲームの売り上げは急増した。これは皮肉にもその論争自体が関心を高める結果に繋がった可能性を示している。ということでね、もともと買わない人がボイコットしたからといって売り上げが減ることはないんですが、その話題性によって売り上げが急増した可能性があると。お前らのボイコットのおかげでこのゲームは10億ドル規模のフランチャイズになった。よくやったよ。そのボイコットは文字通り何の効果もなかった。発売年の終わりまでにはすでに2200万本を売り上げていた。史上最悪のボイコット。私はファンっていうわけじゃないけど、これであなた方をイラつかせることができるなら2を買います。ボイコットって何？正しく言うならボイコットしようとしただけだろ。明らかに何の問題にもならなかったじゃないか。ということでこちらね、リプ欄も引用欄ももうね、すがすがしいほどの賛同者ゼロという状態になってしまっていますね。はい、ということで本日はですね、ここ最近、またメディアによるハリーポッターを通した JK ローリング叩きが活発化しておりまして、その最新の例を2つほど見てまいりました。いかがだったでしょうか？この JK ローリングに対するボイコットというのはこれまでもね、このチャンネルで散々お伝えしてきましたが、まだ見てないよという方いらっしゃったら、このチャンネルのね、再生リストに JK ローリングのリストがありますので、ぜひご覧になってください。過去にはね、美術館で、この JK ローリングの名前が消されてしまったり、ハリーポッターツアーがね、その地元のツアー会社の暴挙で、LGBT ツアーに上書きされたりね、いろいろありますから、ぜひね、ちょっとご覧になってみてください。ただ、結果的にはですよ、ホグワーツレガシーはバカ嬉しい。先日もお伝えしましたが、今年ね、開業いたしました、エピックユニバースには、ハリーポッターのエリアがあるわけですよ。それだけ人気なんですよね、やっぱり。ただね、今日見てきたようなメディアというのは、それをね、認めたくない。ボイコットはね、大成功し、JK ローリングが苦しんでいると、こういった世界線で生きているようですね。皆さんはこれについて、どのように思われたでしょうか？ということで、本日の動画は以上になります。この動画良かったよと思っていただいた方、ぜひチャンネル登録、グッドボタンお願いします。それではまた、通勤通学中にお会いしましょう。